で今後ね、小本。ここら辺がやっぱ分岐点になってきまして、分岐点。ここはね、皆さん創造的に勉強していかないと、まともに読み進めますとね、えらいことになる。怖いっていうのが、我々世代の単純な感想な感じがする。我々世代というか俺はそう思った。まともに読んでみ、飛ぶぞっていう。もう飛んどるやんけこれ、背景的にずいぶん飛んでますが、飛んでますからね。もう今更驚きはしんけど、ブッチするっていう意味で飛ぶですね。ブッチする。もう聞いてくれる人いなくなっちゃうっていう感じですよね。待って寂しい楽しいでもそれだけね、重たいところでもあり重要なところでもあり、表現にも難しいっていうところなんかな。しっかり理解しながら進んでいきましょうか。そしたらよし、ちゃんと咀嚼しながらいきましょう。胃もたれしないように噛まないと胃にダメージきます。おい。宝刀本の儀式とご本尊。遠藤大聖人の表されたご本尊の宗名で言えば、中央の主題に南無法蓮華経の一方が、その教授として釈迦他方が配されているゆえんがまさにそこにあると考えられます。ここも確認しておきますね。これは前回、釈迦他方といっても有の仏だと、妙法蓮華経こそ本仏だっていうふうに言われてますが、ご本尊見てもね、中央に南無法蓮華経書かれて、左右に釈迦他方書かれてます。釈迦他方といっても妙法蓮華経に照らされた仏であるっていう、妙法蓮華経があってこその仏っていう存在なので、有なんですね。本があって有がある、分かりやすいことで例えられてましたが、過去にね、先生の指導で太陽が本で月が有、太陽の光によって光ってるでしょ。そんなような意味合い、この本と有の使い分けね。なるほど。釈迦他方といっても有ですと、妙法蓮華経が本、そういうふうに今言われてるとこね。ゆっくり咀嚼していきます。ありがとうございます。斉藤二仏平座はまた諸法実相を表します。他方が諸法、釈迦が実相です。また生じ不二を表しています。他方が死、釈迦が生です。大丈夫ですか？大丈夫です。さっきの咀嚼のおかげで、ちゃんと飲み込めました。諸法があって自分の実相が上がってくるごとに、その諸法が実相とどんどんなっていく融合ですよ。これもだから境地妙合の違った言い方ですね、これ諸法実相の。なるほど。生じ不二に関してはおいおいやってみましょうか。須田大聖人は二仏平座をはじめ宝刀本の儀式をもってご本尊を表されました。大聖人以外には宝刀の中の二仏平座の儀式を作り表すべき人なしと言われていますし、これ全く日蓮が自作にあらず、他宝刀中の大無二世尊粉人の諸仏すりかたぎたる本尊なりと断言されています。勝手に日蓮大聖人が勝手に作ったものじゃなくてっていう、法華経の中の宝刀本の中のことを表したんですよっていうことを書いてるんですよね。でも今までに誰もそれ作ってなかったと、表されてなかった。池田阿仏坊に宝刀本の意義を説明されるにあたって、この訪問由々しき大事なりと確認されているのも、この訪問がご本尊に関わる根本問題だからでしょう。斉藤四条金吾に与えられたお手紙でも、これらは由々しき大事の訪問なりと仰せですね。池田天台大師は他方の証明の意義について正然記号と立て分けました。須田正然記号については法華文句にあります。正然とは前を証明することで、宝刀の中から他方如来が大音情を放って釈尊の言葉は真実だと証明したことです。池田自らの声で姿で妙法を証明する、これが他方如来です。学会で言えば他方会の皆様がその代表になるでしょう。他方会っていうのは創価学会の中の年配の方ですね。年配の方々のグループ、遠藤先生が人生経験豊かな年配の方々を他方会として検証されている意味がよくわかります。池田妙法の証明者として尊い使命に生き抜いてこられた。
文字通りお一人お一人が学会の宝であり、高専ルフの宝であり、社会の宝です。うんと長生きをしていただきたい。皆様が長生きした分だけ高専ルフの勝利です。また、甲府の他方如来として、後輩を良きかな、良きかな、素晴らしい、素晴らしいと褒めたたえてあげていただきたい。遠藤、この正然に対して季語とは語を起こすということです。釈尊は十方分身の諸仏を集めましたが、これが寿老本を解くための起点となっているということですね。つまり無数の分人物が集まったということ自体、釈尊の仏としての化道が久遠の昔から行われていることを示唆しているわけです。まあ大変と思いますが、ここのところも法華経の中で一番大事中の大事って言われているのがこの寿老本第16人、それの、起点になったっていう、それをこの法灯本で起こしたというね。池田文章の解釈では、正然の善とは釈門の説法です。季語の語とは本門です。法灯の輸術が後の訪問を解き起こす起点となっている。しかし門弟から見れば、この法灯の輸術は大聖人の訪問を引き起こしているのです。法灯本の説法が大聖人がご本尊を建立される起点となっている。末法のご本尊を表されることは季語にあたる。故に大聖人は御自ら表されたご本尊を法灯と呼ばれたのです。ご本尊こそ大聖人のご生命そのものに他ならない。無差三人如来のご生命です。南妙法蓮華経の法灯です。ちなみに文章の解釈っていうのは天台大師の解釈というかね、門の上で書かれていることの解釈というか、文字には書かれてないけど本当の意味合いっていう意味合いですよね、その門弟は。より深くなってくるっていう意味で、今はさらっといきますか。そこは釈迦他方の二仏が境地の二方を表すことは先に述べた通りですが、境としての他方如来は三人で言えば発心如来です。地にあたる釈迦如来は法身如来です。そして境地が名号して慈悲を起こすことから、これが王神如来です。三人といえば十方分身の諸仏がこの王神如来にあたるのです。大変ですね、これまた。無差三人如来。いっぱい出てきた。三人如来、三人ってのは発身と法身と王神の三。無差ってのは飾らないっていうような意味合いでね、ありのままの生命、悟りの境地っていうのは、この三人が自然と備わるというようなね。大変ですね、ここは。釈迦他方十方の諸仏という三仏の出現は、大聖人の御身に成就されている無差三人のご生命を表している。無差三人については別の機会に論じることにして、ここで大事なことは、末法の一切至上が誰でもこの無差三人を我が身の上に実現できる道を大聖人が開かれたということです。それがご本尊の真珠です。ということで、無差三人といっても人事ではないという話だし、これについてはまた別の機会で論じてくれるということなので、一旦流しましょうとですね。斎藤、この無差の三人をば一時をもって得たり、いわゆる真の一時なりと仰せられているのがまさにそれですね。真があれば無差三人を得ることができますっていうことです。池田大聖人がこのご本尊の法灯の中へ入るとおっしゃっているのも、私どもが古神の中に法灯を打ち立てることができるということです。会称不二ですから、我が身に法灯を開けば、我が生きる世界も法灯の世界であり、法灯の中に入ることになる。ご本仏の世界の一員として自在に活躍していけるということです。このちっぽけな自分という身が七方で総言され、大宇宙へと限りなく境外が広がるのです。これほど素晴らしいことはない。虎先生は獄中で法華経を読み切られ、その真髄が大聖人のご本尊にあることを悟られた。法華経の一問一句が大聖人の仰せと寸分もたがわないことを知って、歓喜の涙を流されたのです。斎藤、その模様は小説「人間革命」の第1巻に記されています。牢を出られた戸田先生は、ご自宅のご本尊を拝して一時一時たどっていきます。そして確かにこの通りだ、間違いない、全くあの時の通りだ、彼が獄中で体得した
不可思議な国上の儀式はご本尊にそのままの姿で厳然としてしたためられていた。彼の心は歓喜にあふれ、涙は棒だとして法を伝わっていったと綴られています。っていうシーンがあるんですよ。獄中で法華経を読まれて悟られたっていうことで、ご本尊を見たことはあったけれども、その具体的な内容まではしっかり見てなかったんでしょうね、寅先生も当時は。だからその心でご本尊を思い浮かべながら獄中で題目しながら法華経と向き合ってた。で国上の儀式っていうのを体感されたっていう中で、自宅に帰ってそのご本尊を改めて見てみたら、この通りだったっていうことで、あの時の国上の儀式のままだったっていうようなことで、涙を流される。これ歓喜の涙を流される。わもう本当に実感した人にしか体感できない喜びというか、大聖人のことも心から理解できたっていう感じじゃないですかね。なるほどね。そういうシーンがあったと。はい。